おはようございます。今、板橋の大山にいます。これから高尾山口を目指して歩いてきたなと思います。距離にすると46、7キロぐらいかな。ちょっとかなりの距離があるんで、早めに出ています。では、レッツゴー。今回のルートの説明をします。今回は板橋の大山ハッピーロード商店街から出発をして、京王高尾山口、高尾山ですね、を目指します。あと前回の友旅で水の口旅を完了しましたが、私の不具合でデータの消し忘れて画面の地図を見ると水の口が出発しているように見えます。でも実際の出発地点は板橋の大山のハッピーロード商店街から出発をしました。で実際の距離に関すると Google マップでは47キロ最短距離で出てたんですけども、ちょっと水の口の件があって最終のルートっていうか距離っていう風なのは、不明なんですけれども、自分自身のスマホのデータも見ても、この GPS のデータを見ても、途中で軽く50キロオーバーしてたんで、この76キロっていう風なのは間違いではないのだろうかと思ってはいるんですけれども、今となっては正確なデータっていう風なのがちょっと不明なんで、っていうふうなことです。ちょっと説明長くなったんですけど。では、Let's go! 今日もまだ朝早いんで、光が弱いんで明るいところだけでしか動画撮らない予定です。今日の日の出は6時50分ぐらいかな。なのでもうちょっと時間かかるね、太陽出てくるまで。今、大谷口あたりを歩いてます。全然わかんないね。パステルの宮の下っていう風な商店街らしい。小竹向ヶ原に到着。次行きます。夜中歩くのって意外と難しいね。ちょっと家の近いところから外れるともうあんまり見覚えがないんだよね。新鮮なね発見があるっていう風な驚きがあるっていうか、なんか意外と今日歩いてみて楽しいなと思った。江古田駅到着。次行きます。誰もいないね。まだ朝早いんで。ここどこだろうね。正直言ってよくわかんないよ。西武線沼袋駅到着。
ライトアップしてないんだね。暗くて見えないよ、沼袋のサイン。中野区を過ぎて高円寺の方に入ろうとしているところです。環七通りです。JR 高円寺駅到着。次行きます。朝から頑張ってる人多いね。清掃の人とか。さらに高尾に向けて南下していきます。南口だね。高円寺の商店街を南下してます。当然誰もいないね、この時間。店もやってないし。なんか夜なんでね、あんまりよく雰囲気わかんないんだけど、でもいい感じがするね。なんか昔ながらの商店街というか。この道以外はなんか普通の商店街かな。なんかあんまりパッとしないけど。今成田東を歩いてます。まだまだ暗いね。でもやっと東の空が明るくなってきてるね。日の出は綺麗だね。今高井戸東を歩いてます。今カンパチに着いたところです。緑地だよね。なんかこの寂しさがいい感じだね。なんかちょっと具体的に場所は分かんないけど、まあ南西って歩いてるんで、まあ、さっきは高井戸だったんで、まあ、高井戸を南西に降りたところかな。かなり明るくなってきてるね。まあ今進んでる方面は西に進んでるんで、東といえばぐるりと東といえば今日もいい出来になるね。文句なし。
今北烏山世田谷区の一丁目を歩いてます。なんかね、動画撮りながらかなり安心だね。もう暗い時は手ぶれしないかなっていうかね、画像がにじんだりものすごく気になったけども、今はかなり安心撮ってて。20号を継続して西に向かって歩いてます。僕だね、ここ。違い線川でした。次行きます。まだ足の方の調子は OK だね。まあ特に痛みもなく、ただ右足のね、内太ももっていうのかな、ちょっとなんか違和感があるね。でもまあ大丈夫でしょう。日が上がって明るくなったんで路地道歩きしてるけど、なんか面白いのあるかな。ぶっちゃけって単なるっていうか、まあ住宅街に見えるんだけどね、比較的全体が新しい。なんかここ雰囲気出てきたね。超古いってわけではないけど、なんかいい感じ。いい感じの階段だね。OK、ちょっと降りてみます。大丈夫かな、通れるかな。これ入ったら丘なんだね。まあどうってことない感じだね。この辺りの街並みって右に左にスラロームしながら間違えたらできてるのかもね。一応住所は調布の和川町っていうのかな。また下りの階段だね。下りましょうか。まあ何の変哲もない民家だよね。まあ本当に閑静な住宅街でね。ほぼ新しいのが、まあ、中間層っていうのかな。ここら辺あたりの人って何年ローンで買ってるんだろうね。まあ団地というか賃貸は別として一軒家も多いよね。あんまり大きくはないけど、明らかにこれベッドタウンだよね。今歩いてるところ、つつじが丘です。まあね、当然裏道ばっかり、明るくなって歩いてるんでわかんないよね、やっぱり。いつも言ってることだけど、どこにもある東京って感じかな。今のところサインが出てるけど距離はわかんないけど、まっすぐ進むと府中の予定です。やっぱりこの手のベッドタウンって変化乏しいね。ほぼ新しくて、まあちょっと古いって感じで、ものすごく珍しいような建物っていうのはあんまりないんだよね。仕方ないかな。すごいね。多分カメラでは分かんないかもしれないけど、超巨大
マンションだよ。団地かな。今調布の国領を歩いてるけど、今ここのところで、距離が約29キロ、30キロ弱ということで、Google マップによれば50キロ、46、7、8ぐらいかな。といっても Google マップ通りに歩いてないんで、なんだけど、多分間違えたらあと20キロ前後で高尾山につけるかもしれない。伸びるかもしれないけどね、寄り道すればするほど距離がかかるんで。というのが現在のステータスです。やっと僕から路地道に入れそうなんで、なんか面白い、なんていうのかな、絵が撮れるかな。やっぱりね、大通りはちょっと厳しいほんと。この建物、横浜の小金町っぽいね。大人の店ではないと思うけど、また殺風景な大通りに出てます。歩いてて気がついたんだけど、調布いいね。なんか自転車用の道路っていうか車道がきっちり取られて、ものすごくチャリダーにはいい街かもしれない。今ちょうど32キロちょっとぐらい歩いたところなんだけど、スマートウォッチのデータによればやっぱり多少なりとも疲れてきてるね。なんか右の太ももの方がなんかやっぱりちょっと違和感が大きくなってきてるから。でも前回うまくねビデオが撮れなかったんだけど、 SD カードの問題でうまく歩けたんで、多分今回も歩けるんじゃないのかなと思ってますと。でもね、体調次第っていうふうなところもあるかもしれないけど、今朝はかなり早くに出てるんで時間の余裕もあるし、場合によれば長めの休憩をとってチャレンジしたいなと思います。やっぱりね、メイン道路沿いはね、これでもかっていうふうなぐらい同じ風景が続くね。これはっていうふうな、なんかそんな感じの、なんか店も物も建物も何もあんまりないね。全部再開発されたんでしょうね。今は飛田急2丁目あたりを歩いてます。継続して西へ進んでます。すごいね、府中のマンション、団地というか、ここ見えてるだけじゃなくて、これ裏側にもあるんだよね。何人住んでるんだろう。ほんとすごい。